スマホが手元にないと少しそわそわしませんか？それ、ドーパミン中毒のサインかもしれません。スタンフォード大学の精神科医アンナ・レンブキは、現代のスマホや SNS、ストリーミングについてこう言います。Ignored is that we are narcotizing ourselves with digital media. 眠くなる麻酔ではなく、退屈、不安、孤独を感じた瞬間にそれを感じないようにする麻酔です。その一番手軽な注射針がスマホです。通知が鳴る、タイムラインをなんとなくスクロールする、ショート動画を一つだけ見るつもりが指が止まらない。この積み重ねで脳は静かな時間に耐えられなくなり、より強くて速い刺激ばかりを欲しがるように作り変えられていきます。その行き着く先の一つが海外でポップコーンブレインと呼ばれている状態です。ポップコーンが次々に弾けるように脳が次の通知、次の動画、次の話題へとひっきりなしに飛び移ってしまう。目の前の勉強や仕事に集中して没頭できなくなっていきます。しかもこれは10代に限った問題ではありません。社会人でも経営者でも研究者でも今の環境のまま放置すれば誰の脳もポップコーンブレイン寄りになっていくとレンブキは警告しています。本日の動画ではスマホを完全に捨てなくても勉強と仕事に有利な脳の環境を取り戻すために今から何を削るべきかを一緒に見ていきます。それでは始めましょう。レンブキ医師はなぜスマホがここまで強力に刺さるのかをまず人間がもともと持っている性質から説明しています。Because we are creatures innately designed to approach pleasure and avoid pain. 美味しいものに近づき危険からは離れる。そうして人類は長い間生き延びてきました。この反射的な行動が生存に直結していたからです。この近づく避けるのスイッチを押しているのが脳のドーパミン回路です。これは良さそうだ、うまくいきそうだと予測した時や予想外のご褒美が降ってきた時、脳はドーパミンを出してそれもう一度やろうと学習します。ここまでは子供でも大人でも共通した基本仕様です。問題はこのドーパミン回路が今どこに使われているのかです。レンブキ医師が紹介しているデータでは10代の約半分が起きている間ほぼずっとオンラインにつながっていると報告しています。これはわかりやすい極端な例です。でも冷静に考えてみると通勤時間はずっとスマホ、仕事の合間に SNS、家に帰ってからは動画を流しっぱなし。こういう生活をしている社会人も起きている間ほぼ常時オンラインという意味ではあまり変わりません。レンブキ医師はこうも言います。We are constantly rewiring our brains. 暇さえあればスマホという生活をしていれば短くて強い刺激を優先する回路が太くなっていきます。逆に本を読んだり考え事をしたり何も流さない静かな時間をある程度キープしていれば一つのことに深く集中する回路の方が太くなっていきます。10代の統計は分かりやすい警報音の一つに過ぎません。本当に怖いのは大人も含めてほぼ全員の脳がより短くて強い刺激を求める方向に書き換えられ続けているという点です。ここから先はその書き換えがどんな体感になって現れるのかをポップコーンブレインと痛みと快楽のバランスという視点から見ていきます。ここからはレンブキ医師が一番強調しているポイント、痛みと快楽のバランスの話に入っていきます。彼女は脳の中で起きていることを一本のシーソーでイメージすると分かりやすいと言います。片方が快楽、もう片方が痛みです。何か心地よいことをするとシーソーは快楽側に傾きます。美味しいものを食べた時や誰かに褒められた時、ゲームで勝った時などドーパミンが出て気分がぐっと上向く感覚が生まれます。ただ、その状態をずっと続けることはできません。快楽側に傾いたシーソーはしばらくすると痛み側に戻ろうとします。これが脳がバランスを取ろうとする動きです。楽しいことをした後に妙な虚しさや説明しづらい不安が残ることがあるのはこのバランスの取り直しが起きているからだとレンブキ医師は説明します。彼女は今の世界をこう表現しています。I have argued that we're all more vulnerable to addiction now than before because of the drugification of our environment.以前はめったに手に入らなかったような快楽が今はスマホ1台あればいつでもどこでも手に入ります。本来なら快楽側に傾き少し痛み側に戻り何もせずにぼーっとした時間を通ってシーソーが真ん中に落ち着くという流れで脳はリセットされるはずでした。ところが現実には退屈や不安を感じた瞬間に SNS を開く、考え事が苦しくなった瞬間にショート動画に逃げるといった形で痛み側に傾き始めたタイミングでまたすぐ快楽側に押し戻してしまうことを一日の間に何十回も繰り返しています。この状態が続くとどうなるか。シーソーを例えで言うなら、もともと真ん中にあった普通の位置が少し痛み側にずれた場所で落ち着いてしまうようになります。
その結果、何もしていない時に理由はわからないけれど落ち着かない。とりあえずスマホを開いていないと不安になる。静かな時間がやけに物足りなくてそわそわするという感覚がだんだんいつもの自分になっていきます。レンブキー氏はこうした状態をドーパミンの欠乏状態と表現します。気分のスタート地点が少し下がったところから始まっているイメージです。この段階に入ると人は気分を上げるためにスマホを見るというよりもイライラや不安を打ち消すためにスマホを開くようになっていきます。つまりスマホがプラスを取りに行く道具というよりマイナスを一時的に打ち消すための鎮痛剤のような扱いになっていきます。最初はただの暇つぶしだったはずなのに痛みと快楽のシーソーを何度も動かしているうちに脳の方がそうやって痛みを消すのが当たり前という前提で動くように慣れてしまいます。ここまで来ると脳は一つのことに深く入り込んでいくモードよりも浅く広く次の刺激を探し続けるモードを優先するようになります。勉強に入るまでの数分がやたら長く感じて耐えられない。仕事で考え始めたところですぐ別のことが気になってしまう。深く理解できるゾーンに入る手前で毎回スマホに逃げてしまう。こうした状態が積み重なったものがポップコーンブレインの正体の一つです。では、この脳のモードが勉強と仕事の現場でどう影響してくるのかをもう少し具体的に見ていきましょう。痛みと快楽のシーソーが変化した結果が勉強や仕事の現場でどんな形で現れてくるのかを具体的に見ていきましょう。まず表に出やすいのが集中に入るまでのハードルです。一応机の前に座っている。パソコンもノートも開いている。でも作業に入り込むまでの数分がやけに長く感じる。その入り口の時間を埋めるようについスマホを手に取ってしまう。気づけば視線は画面の方に持っていかれていて、脳の中はこれからやる予定だったことではなく、さっきまで見ていた情報でいっぱいになっている。結果として今日も本気で取り組めた実感がないという感覚だけが残ります。次に続ける力の方も削られていきます。本来勉強でも仕事でも深く理解できる一歩手前には少しだけしんどいゾーンがあります。わからない箇所と向き合う時間、資料を読んで頭の中で組み直す時間、文章や企画を形にするために言葉をひねり出す時間。このあたりはどうしてもシーソーが痛み側による瞬間です。ポップコーンブレインに近づいた脳はこのタイミングで反射的にスマホに逃げやすくなります。少し考え始めたところで通知が目に入り手が止まる。行き詰まった瞬間に別のタブやアプリを開いてしまう。その結果、本題に深く入り込む前に毎回モードを切り替えてしまうことになります。また、理解の質にも影響が出てきます。文章を読んでいるつもりなのに、読み終わった瞬間に内容がほとんど残っていない。オンライン会議には出ていたのに、後から振り返ると要点がうまく思い出せない。これは集中力が完全にゼロになったわけではありません。注意が細かく分かれてしまい、どの情報にも浅くしか触れられていない状態です。ポップコーンが弾けるように、次々と別の話題、別の画面に意識が移ってしまうので、どの対象にもじっくり熱が伝わらないのです。さらに厄介なのは、本人の感覚としては、ちゃんと情報に触れている気がすることです。SNS で有益そうな投稿をせっせと保存している。勉強系、解説系の動画を BGM のように流している。ビジネス本や自己啓発本の要約をいくつもチェックしている。こうした行動だけ見ると、一見意識が高く、学びに前向きなように見えます。しかしその多くが流れていくだけのインプットになっていると分かった気がするという感覚だけが増えて、いざ自分で説明したり書いたり問題を解いたりするときにほとんど出てこない。こういう状態になりやすくなります。そして自分の評価にも歪みが生まれます。一日が終わる頃には妙に疲れている。でも何をどこまで進めたのかうまく思い出せない。スマホにはずっと触れていたのに自分の中に残ったものが少ない。この感覚が続くと自分は集中が続かないタイプなんだ。どれだけやっても結局あまり身についてないのかもしれない。そんな風に自分の可能性にブレーキをかけるラベルを自分で貼り始めてしまいます。ここで重要なのは、これを気合が足りないとか、努力していないと片付けないことです。痛みが出る手前でスマホに逃げるパターン、浅い情報を高速で浴び続ける習慣、こうした積み重ねによって脳の方が浅く早く動く前提に慣れてしまった結果だという点です。では、一体この状態からどうやって抜け出せばいいのか。ここから先は、レンブキー氏の考え方をヒントにしながら、ドーパミン断食とスマホとの付き合い方について整理していきます。レンブキー氏は本の中で重い依存症の患者さんに対して30日間のドーパミン断食を提案しています。問題になっている対象を30日間ゼロにすることで痛みと快楽のシーソーを一旦リセットするという発想です。ただ、スマホにそれを落とし込むのは現実的ではありません。仕事も連絡も学びもスマホ前提で動いている人がほとんどだからです。なので、ここでは考え方だけ借りて、やり方は緩くアレンジします。やることは3ステップです。一つ目、一番危険なアプリを一つ決める。スマホ全体ではなく、
中でも特に時間を奪っているものを一つだけ選びます。ショート動画アプリ、SNS の無限スクロール、課金ソシャゲ、どうでもいいニュースを延々と見てしまうアプリ。自分にとって一番ダラダラ見てしまう相手を一つだけ特定します。二つ目、それをまずは3日から7日だけ完全に立つ。いきなり30日は無理でも、3日から1週間程度なら現実的にチャレンジできます。アプリをアンインストールする、ログアウトしておく、ホーム画面から完全に消す。ポイントはちょっと減らすではなく、この期間だけはゼロにすると決めてしまうことです。この時、ほぼ必ず起きるのが、そわそわする、ついアイコンを探してしまう、退屈やイライラが強くなる、といった反応です。ここでやっぱり自分はダメだと考える必要はありません。これは今までそのアプリに頼って嫌な感情を消していた証拠。シーソーが真ん中に戻ろうとしているサインだと受け止めておけば OK です。3つ目、空いた時間を集中が育つ時間で埋める。ここが一番大事な部分です。ただアプリを消すだけだと脳は空いたスペースに別の強い刺激を埋め込もうとします。なので、あらかじめ代わりに何をするかを決めておきます。紙の本を10分だけ読む。ノートに今日考えたいことを箇条書きにする。散歩しながら明日の予定やアイディアを頭の中で整理する。短い問題集や簡単なアウトプットから始めてみる。どれもショート動画のように一瞬でドーパミンは出ません。でも終わった後に自分の中に残る刺激です。レンブキー氏の考え方で言うと、強くて速いドーパミンを少し減らして、穏やかだけれど長く効くドーパミンを増やすイメージに近いです。ここまでがドーパミン断食をスマホに応用するときの現実的な始め方です。スマホ全体をゼロにする必要はない。まずは一番ハイカロリーなアプリを一つだけ抜いてみる。期間は3日から7日の短い実験でいい。その分何で埋めるかを先に決めておく。このくらいの設計でも数日間続ければ頭の中のノイズの量や集中に入るまでの重さが変わってくるはずです。ここからはスマホを通して私たちが何を満たそうとしているのか、承認、お金、孤独とどう付き合うかという話に入ります。対談の中で進行役のスコット・ギャロウェイ氏は自分の依存っぽさをかなり率直に打ち明けます。見知らぬ人からの評価に過剰に振り回されてしまうこと、すでに十分なお金があるのにもっと増やすことから頭が離れないこと、そうした悩みを話した上で、これは依存と呼んでいいのかとレンブキー氏に尋ねます。レンブキー氏は、まず人とのつながりそのものが本来どんなものかをこう説明します。And this is healthy and normal and wonderful until you have drugified human connection, which is... ここが今日の大事なポイントの一つです。認められたい、もっと成長したい、生活を安定させたい。こうした欲望そのものは、本来勉強や仕事のモチベーションにもなるエンジンです。問題は、それを全部スマホの中で済ませようとした瞬間に起きています。レンブキー氏は人とのつながりがどのようにドーパミンと関わっているかも説明しています。他人との関係、集団の一員である感覚、誰かからの承認、こうした社会的な報酬もオキシトシンやドーパミンを通じて脳に心地よい体験として刻まれます。本来なら実際に会って話す、一緒に仕事やプロジェクトを進める、感謝されたり頼られたりするといった時間も手間もかかるプロセスを通して得ていたはずの承認が、今はスマホの画面で一瞬にして受け取れるようになりました。いいねの数、フォロワー数、再生回数にコメント数。こうした数字で見える承認は脳にとってかなり強いドーパミントリガーです。レンブキー氏はこうした状態を承認そのものを強力な快楽の薬として扱ってしまっていると指摘します。強いドーパミンのスパイクが何度も起きると脳はそれに対抗しようとしてドーパミンが出やすい状態を少し抑えようとします。その結果、何もしていないと気分が沈みがちになる。昔と同じ数字では物足りない。もっと見られたい。もっと評価されたい。こういった満たされなさが常にうっすら続くようになります。そこでまた、再生回数や数字の画面を何度も見に行く。通知を繰り返し確認する。数字が動かないと必要以上に落ち込む。といった行動を重ねてしまう。レンブキー氏が依存の説明で語っていた構造を借りると、最初は気分を上げるために使っていたものが途中から何とか普通でいるために必要になってしまうという状態です。お金についても同じような構造があります。報酬としてのお金はもともとドーパミン回路と非常に相性がいい刺激です。給料が上がる、ボーナスが入る、投資で利益が出る。こうした体験は一時的に強い達成感や高揚感をもたらします。問題は、それがいつでもかけられるオンラインギャンブル、値動き次第で短期間に大きな利益を狙うタイプの投資。スマホだけで完結する短期間で一気に儲けようとするサービスと結びついた時です。レンブキー氏はオンラインギャンブルの相談が急増していることを例に挙げながら、およそ 10% から 20% の人は特にこうした仕組みに弱く、
気づかないうちにそこにお金も時間も集中させてしまうリスクがあると指摘しています。ここでもやはり欲望そのものが悪いのではなく、どんな手段でそれを満たしているのか、その手段にどれくらい簡単にアクセスできてしまうか、この2つが問題になります。では、どうやって欲望と付き合い直せばいいのか。蓮吹医師が承認やお金への依存が疑われるケースで進めるのは、薬と同じように一旦距離を置く時間を意図的に作ることです。具体的には例えばこんな方法です。数字を見に行く頻度を意識的に減らす。毎日チェックするのをやめて週に何回だけ見ると決める。承認をもらう場所と実際の仕事、創作の場所を頭の中で分けて考える。ギャンブル性の高いアプリやサービスからは一度きっぱり離れてみる。いきなり承認なんていらない。お金はどうでもいいと自分に言い聞かせる必要はありません。それよりも今の自分にとってこれは効きすぎる薬になっていないかという視点で一度距離感をチェックしてみることが大切です。承認もお金も本来は行動のエネルギーになり得る大事な要素です。それをスマホの中で一瞬で使い切ってしまうのか、勉強や仕事、実際の人間関係の方に流し直すのか、ここで大きな差がついてきます。スマホを開くたびに脳は考えるモードよりも受け身で流されるモードを優先するように上書きされていきます。スマホをやめられない脳の末路はこうです。毎日何かを見ているのに1年後振り返っても自分の中にはほとんど何も残っていない。残っているのはタイムラインの履歴と増えない知識、伸びないスキルを抱えた忙しいのに何も変わらない脳だけです。もし今日の話がちょっと刺さったなら、やることは一つだけです。この動画を閉じたら、一番時間を奪っているアプリを消して、次の行動に進んでください。勉強でも仕事でも家事でもいい。とにかく自分が主役の作業を何か一つ始めてみてください。それができた瞬間、あなたはスマホにドーパミンを管理される側から、自分でドーパミンの使い道を決める側に戻り始めます。このまま何も変えずに1年過ごすか、今日ここで一つでも切るものを決めるか。ポップコーンブレイン側に転がるのか、ここから抜け出す側に回るのか。それはこの動画を閉じた後3分の行動で決まります。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。